スキズの完璧リーダーバンちゃんには意外と取説が多かった。実はかまってちゃんで弟気質なバンちゃん。メンバーのみが知るバンちゃんの取扱説明書とは、一人のキッズについてメンバーが語り合うワンキッズルーム。リノ曰くアイドル初陰口番組。これまで推し学でも優しく見られるためにチャンビンが努力していることや、スランプに陥ったファンの失踪事件について取り上げてきましたが、今回はバンちゃんの放送回を掘り下げたいと思います。ミスターストレイキッズ。バンちゃんって一体どんな人？ギャップまみれで実はとってもかまってちゃんな狼の取り扱いについて、キッズたちに聞いてみましょう。まずは今チャニの取り扱いの前に、過去チャニの注意点を押さえておきましょう。過去チャニの注意事項その1。バンちゃんの機嫌は天気のごとくチェックすべし。約7年間という長い間練習生生活を送っていたバンちゃんは、周りの練習生たちから伝説の練習生と呼ばれていました。バンちゃん自身は仲が良かった練習生がデビューしていく背中を見送ったりと、辛い時期を過ごし才能を温めてきたわけですが、バンちゃんの過去の苦悩と葛藤、長かった孤独ゆえにメンバー愛が深すぎる件についてはこちらで、そんなバンちゃんの存在感は、チャンビンが、バンちゃんの気分が練習室の雰囲気でした、と話すほど、ヒョンジンは、僕たちにとっては天気みたいなものだったよね、とも、長い間練習生として生活を送っていたバンちゃんはみんなのお兄ちゃん的存在で、バンちゃんの機嫌が練習室の雰囲気を大きく左右していたようです。注意事項その2、距離感間違うべからず。こちらについて語ってくれたのは、ハンジソンさん。ハンがマレーシアから韓国に引っ越したばかりで英語がペラペラだった頃、ハンがバンちゃんに対して、ヘイ、クリス、と英語で話しかけたそう。しかしバンちゃんに、韓国なんだからさん付けしないと怒られてしまい、ごめんなさい、と謝ったそうです。この話を聞いたメンバーはびっくり。ヒョンジンは、誰もバンちゃんにヘイクリス、と呼べる人はいなかったよ、と語りました。そんな中、同じオーストラリア出身のフィリックスだけはいつもヘイクリス、と呼んでいたそうで、フィリックスに対してはバンちゃんも同じ故郷出身として、多めに見てくれていたようです。フィリックスに対しては、例外あり、ここめも必須。ハンとヒョンジンは練習生時代のバンちゃんをとても怖がっていたんだそう。しかしバンちゃんはデビューした時期は20歳だったと考えると、最終的には、バンちゃんも子供だったんだね、ベイビーちゃん、とからかうメンバーたち。スキズの仲の良さを見ると、今となってはバンちゃんがどれだけ親しみやすいリーダーなのかがよくわかります。ここからが本題。現在のバンちゃんの取り扱い方法をキッズたちが紹介してくれます。チャニの取り扱いその1。みんなで歩くときは一番後ろを歩かせてあげましょう。ヒョンジンから空港でのエピソードが、飛行機から降りるときに、チャニヒョンと僕が隣にいて、僕は当然チャニヒョンが先に出られるようにしたんだよ。なのに出ていかないんだ。それで、僕が先に出ないといけないんだ、と気づいて先に出たんだ。世界中を飛び回るスキズは空港に行く機会がとても多い。8人での大移動なので、時々はぐれてしまうことも。そんな時にすぐにフォローするのがバンちゃん。バンちゃんは常に最後尾を歩いてメンバー全員が揃っているか人数を確認しているんです。その姿はまるで修学旅行に来た生徒と引率する先生そのもの。バンちゃん本人によると、これはもう習慣なんだそう。バンちゃんは、とにかく自分が後ろにいた方が楽。そうすれば僕の視野内にみんなが見えて、前にいたら後ろで何が起きているのかがわからないじゃないですか。でも後ろにいれば前のことがわかるので、もはやリーダーを超えてスキズのお父さんポジションのバンちゃん。これからも空港でのバンちゃん先生の引率は続きそうです。ちなみにバンちゃんの休日もめっちゃパパです。取り扱いその2。褒めると嫌がるけど褒めないとすねます。完璧リーダーバンちゃんですが実は苦手なことがあるんだとか。それは、褒められること。チャンビンによると、褒められるのが本当に苦手です。嫌がります。でもしないとそれはそれで嫌がります。いやむずいな。そこでアイエンが、バンちゃんの正しい褒め方をメンバーに伝授。アイエンは、だから僕は褒めるのではなく、今日お疲れ様でした、って感じで言う。と褒めるわけではなく、さりげなくねぎらう言葉をかけてあげるそう。これを聞いてハンは、これが一番ベストだ、と感激。周りをよく見ているアイエン。リーダーの扱いもマスターしているなんて。さすがスキズ序列1位のアイエンには誰もかないません。バンちゃんですらアイエンの前では弟になります。
バンちゃんは自分が褒められることが苦手な理由として、自分のことを考えるのが苦手だと話していました。自分で自分のことを認められなくて、一番認められたい人はメンバーのみんななんだそう。メンバーが僕を認めてくれたら僕はただ楽に死ねる気がするとまで言っており、バンちゃんがどれほどメンバーのみんなを信頼しているのかがとてもよくわかります。取扱いその3、体調不良は強がっちゃうけどめちゃくちゃ気づいてほしいです。褒められることが苦手なバンちゃんは、自分を表現することも少し苦手。大怪我をしても体調を崩してもメンバーには伝えず一人で抱え込むバンちゃんですが、メンバー曰くバンちゃんは体調の変化に気づいてあげるとすごく喜ぶんだとか。チャンビンとハンがサバイバル番組中にスケボーに乗って顔を大怪我した時も、あっちで転んじゃってと平気なふりをしてた。めっちゃ痛そうなのにとチャニの強がりエピソードを披露。しかし痛い、気づいてという感情が全身からダダ漏れなんだそう。それにメンバーが気づいてあげると、バンちゃんは目を輝かせて大喜びするんだそう。めっちゃカマチョじゃん。素直に痛いと言えずに強がるバンちゃん、想像しただけでも可愛すぎます。チャニの取扱いその4、積極的にお願い事をしましょう。メンバーがバンちゃんに対して何かお願い事をすると、バンちゃんはとても嬉しそうにし、快く引き受けてくれるんだとか。ハンが音楽ソフトの使い方を質問したらテレビ通話でサクッと説明してくれたり、ヒョンジンがスピーカーなどの配線に困っているとさっとつなげられちゃう機械いじりが得意なバンちゃん。バンちゃん曰く、全部マニュアルがあるし、それに従えば簡単ですから。なので僕からすると、メンバーの皆さんは VIP な方々なので、ああそういうこともあるよねと言って僕がやってあげるんですと得意げな表情でお坊ちゃまたちには特別扱いしていると語りました。バンちゃんが幸せを感じる瞬間は、自分が誰かに必要とされていると感じた時、その気質に、だからリーダーなんだ、本当に天性のリーダーですとチャンビン。練習生だった頃はずっと JYP の中でマンネだったため、ヌナたちに可愛がられ末っ子気質もあるチャに、寂しがり屋なバンちゃんはメンバーとは常にゼロ距離でスキンシップが多め。あのスキンシップ大好きなフィリックスでさえもバンちゃんからのスキンシップは引き気味になるほどです。メンバー愛強めのバンちゃんは至る所でとても誇らしそうにメンバーのことをベタ褒めします。ある日のチャニバンではヒョンジンとスンミンのソロ活動についてベタ褒め。バンちゃんは、僕がどこに行ってもストレイキッズにはヒョンジンがいるんだぜと誇れるものがあります。もちろん他のメンバーにも言えることなんですけどとメンバーへのリスペクトを語っていました。そして最後には、僕たちスキズのメンバーたちめっちゃかっこよくないですかとまたもやメンバー愛強め発言。そして、だから僕がもっとかっこいいリーダーになれるように頑張って努力するしかないと思いますね。メンバーがすごくかっこいいのにリーダーもかっこよくないとでしょう。僕も頑張ります。とあまりにも謙虚すぎる発言をしたのです。チャニに惚れ直したステイは数えきれないでしょう。なんだかんだ言ってメンバーもバンちゃんのことが大好き。何かとちょっかいをかけられがちなチャニはいつも年下メンバーの相手をしてあげています。上下関係が厳しい韓国で、これだけ年下メンバーがチャニをからかうことができるのは、バンちゃんの人柄がいいからかもしれませんね。もはやリーダーを通り越してパパなバンちゃん。遠くからメンバーを見守る姿はパパそのものです。あの J.Y. パークも認めるバンちゃんは、少々取説が多めな天性のリーダーなのですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。